2021年7月1日から15日までの天秤座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。7月1日から15日までの天秤座さんのリーディングを行います。まずこちらにマジシャンが出ております。前回、始まりの予兆があると申し上げましたが、まさにこれは一番の始まりのカード。そしてこのカードではウィリアム・ヘンリーのインビクタスという詩の一節が書かれてるんですけれども、私が私の運命の支配者であり、私が私の魂の指揮官なのだという意味なんですが、自分の人生の主導権を取り戻すプロセスが始まっていく。この自分の人生の主導権っていうものも、持っていたつもりがいつの間にか手を離れていたっていうことがあるんですが、それはお仕事でもプライベートでも、周りの環境が変わったことによって、いつの間にかうまくいかなくなっていたようなこと。それはお仕事でも家事でも、負担があなたにかかりすぎているとか、悩み事が多すぎるとか、あなたが対処しなければいけないことが増えてしまった結果、自分のために働いていたとか、自分のために幸せになろうとしていたっていうことが、誰かのため、会社のためっていうふうに、軸が自分から自分じゃない誰か何かに移ってしまっていた。その軸を取り戻していくプロセスが始まっていく。それで、前回も申し上げましたが、これは一人ではできることではないと思うんですね。取り戻そうとしても、周りの人、ご家族、ご友人、恋人、お仕事関係の人などなど、たくさんの人があなたに頼ってしまった結果、このバランスの不具合が起きていると思うので、それを周りの人の協力のもと、調整して軸をあなたに戻していく作業が始まっていく。そういうできる人に仕事の負担が偏ってしまうっていうのは世の常なんですけれども、ここ最近あなたにかかっていた負担っていうものが尋常じゃなかったんじゃないかなって思いますので、まずはそこに気づくための出来事が起きてくる。これは前回からも続いていると思うんですけれども、こちらにインクポットのカード、見過ごせない問題が発生してくる。このこぼれたインクを見逃せないように、あなたも、そして周りの人も、これは解決しなければいけないって思うような出来事。前回のリーディングでは健康面に現れてくるって申し上げましたけれども、それがまだ引き続き続いている方もいると思いますし、もしくはお仕事でも人間関係でも問題が発生することによってあなたに負担をかけすぎていたっていうことにあなた自身も周りの人も気づいていく。そしてこちらにインスピレーションの9、普通のカードデッキではワンドの9に当たるカードなんですけれども、このカードはまさに自分が主導権を握っていない状態なんですね。あと、ゴールまであと一歩、今は我慢の時ですよっていう意味のカードでもある。ですので、この時期は前回に引き続き、
移行の時期、あなたが主導権を取り戻す。その主導権っていうのも誰かに命令するっていうような主導権ではなくって、自分で自分の人生をコントロールするっていう主導権。そしてこちらに泣き沢目の神様のカードが出ておりますが、泣くことによって自分の悲しみを浄化する。自分の感情を浄化する。自分が辛い悲しいっていうことをまずは自分に認めてあげる。この悲しい時に辛い時に泣くっていうのはとても重要で、泣くことを我慢していると、その感情がたまりたまって、こちらにライトニングのカードが出てますけれども、怒りになってしまう。それは自分自身への怒りにもなり、周りの人への怒りにもなる。それはどちらの場合もあまり良くないことですので、その悲しみや辛さっていうものが怒りになる前に涙で浄化する。そしてこの涙っていうのが今回とても大きな力を持っていて、それはあなた自身の感情の浄化にもなる。自分が辛いっていうことを認めてあげることにもなりますし、あと周りの人にあなたがどれだけ悲しくて辛いのかっていうのを伝えることができる。ですので、この時期、周りの方との話し合いの中で感情的になって泣いてしまうっていうこともあると思うんですけれども、その涙があなたとあなたの大切な人、あなたの周りの方たちとの絆を深めていく。この時、周りの人に対しても自分に対しても怒るのか、それとも泣くのかっていうことで、あなたが今までどれだけ自分に我慢を強いてきたのかっていうのがわかる。今まで自分が辛い悲しいっていうのを認めて、その都度泣いてきた方にとっては、この怒りの感情っていうのは今回は出てこないと思うんですけれども、今まで泣くことを我慢してきた人にとっては、制御しきれない怒りが自分の中から溢れてくる。この怒りというのは自分に向かっても周りの人に向かってもあまり良くない感情ですので、この時と言わず、できるだけ抑えていただきたいんですけれども、その怒りになる前に、自分で悲しい、辛い、苦しいっていうのを認めて、涙を流すっていうことを自分に許してあげてください。怒りで壊れた縁っていうのは修復がとても難しいですので、この時はとにかく自分に泣くことを許す。人前で泣いたことがないっていう方もいるかもしれないんですけれども、泣くことを自分に許すことによって、新しい自分になっていく。そしてこちらに、ボイスのクイーン、普通のカードデッキではソードのクイーンにあたるカードと、ホワイトチョコレートのピュアハートが出ております。このあなたの純粋な心から発せられる言葉っていうのが、あなたが問題を乗り越えて主導権を取り戻すための大きな力になる。なので、本当はこういう風にしていきたいとか、こういう風に働きたいとか、そういうあなたが純粋に心から願うようなこと、それをあなた自身にも、そして周りの人にも伝えられる言葉にできる。今までのやり方を根本的に変える。生き方を、働き方を変える。そのためのアイデアが生まれて、そしてそれを実現し始めていく。あなたの純粋な心から生み出されるアイデアや言葉が、そのご自身の新しい生き方を作り上げていく。なので、本当はこれがしたかった、こういうふうに生きたかったっていうことを周りの方と本音で話し合える時に来ているっていうふうにも受け止められますので、自分にも周りの方にも正直に新しい生き方が始まる新しいステージに自信を持って進んでいただきたいなと思いました。
それでは7月1日から15日までの天秤座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。